人が乗るんじゃない？普通にこうやって見ると何両もつながってるね。お帰りの際はお忘れ物ないように今一度ご確認をお願いいたします。新幹線と一緒や。お客様にお知らせいたします。本日はご搭乗いただきありがとうございます。リニアを運行している司令長の大場です。これまで山梨実験線では430万キロ以上の走行を安全に行ってまいりました。皆様にはこれからリニアの営業速度である時速500キロの走行を体験していただきます。どうぞご着席の上、リニアの走行をお楽しみください。それからですね、こちらの方向にですね、新幹線と同じ速度、時速286キロで、あちらの方向に走ります。で、最初はタイヤの走行でして、時速150キロを超えますと、タイヤが、押しまして、浮上して走行する形になります。で、タイヤから浮上走行に切り替わる際にですね、多分音の変化があると思いますので、そちらの音の変化もお楽しみいただければと思います。またこちらに速度と後でですね、先頭車両についたカメラがありますので、こちらもお楽しみください。後ろの後方にも同じようなモニターございますので、どちらも見ていただいて。車両がターンでの走行から浮上走行に移ります。モードが切り替わります。今ちょっと音が変わっております。ここがちょっとタイヤを格納して浮上走行に移行した瞬間。今車両は東京方面に向かっておりまして、この走行が終わると、大体上野原市ですかね、山梨県の上野原市、ちょうど神奈川県との境の辺りになりますが、その辺りまで一旦小移動をするという形です。これが大体今ですね、286キロということで、新幹線と同じスピードで走っております。あとまた150キロ付近になると、浮上からタイヤ走行になりますので、また音の変化をお楽しみいただければと思います。ちょうど今トンネルの明かりが見えてるあたりに、私が普段働いている車両基地というところがございまして、ここは走行試験が終わった時に車両を検査したりだとかですね、するような施設になりま
車両がタイヤでの走行に移ります。今タイヤ走行に切り替わりました。近いかなというふうに。まもなくですね、山梨県線の南部の方に到着します。この後ですね、こちら後ろの方面に、時速500キロで進むことになります。ちょうど反対側の先頭車の画像に切り替わった。これより後方名古屋方面へ走行を開始します。最高速度は時速500キロです。500キロということで、どんどんこちらの速度計が上昇していきますので、お楽しみください。また150キロぐらいで浮上走行に移動します。まもなく車両がタイヤでの走行から浮上走行に移ります。500キロです。はい、ただいま時速500キロに到達しました。
走行に移ります。はい、500キロ走行いかがだったでしょうか。ですね、この後は、実験線の西側のターンに到着いたします。左手見ていただきますと、今、甲府盆地になっておりまして、桃の花がきれいに咲いております。ちょっと見づらいですね。ピンクのきれいな花が咲いております。また、伊沢温泉であったりとか、新餅で有名な京屋の工場であったりとかありますので、またお時間ある際にぜひ見てみてください。この後はですね、パークの方に到着しましたら、反対側ですね、こちら側にまた500キロで進みます。お楽しみください。ちょうど先ほど出発した場所が、中央自動車道でいうと、上野原インターチェンジぐらいで、今到着しようとしているのが大体笛吹インターチェンジぐらいのところなんですけれども、車で移動すると結構かかるんですけれども、リニアです今大体8分弱ぐらいで、40キロぐらいを8分で移動するということですね。これより前方東京方面へ走行を開始します。最高速度は時速500キロです。まもなく車両がタイヤでの走行から浮上走行に移ります。実はですね、このリニア坂を登っている状態になります。坂の勾配としましては、新幹線の2倍ほどの坂の勾配を上がっている形になります。新幹線はタイヤで走りますので、なかなか急勾配は厳しいんですけれども、リニアは浮いて走っておりますので、急な勾配でも、軽々と、走行することができるようになっております。今、坂を登っております。大体ですね、坂の、勾配としましては、1000メートル行って、40メートル上がる、4パーヒルと行ったり、40パーヒルと行ったりするんですけど、1000メートル進むと40メートル上がるぐらいの現在、勾配を。山梨リニア実験線で最も急勾配の40パーミル区間を走行しています。はい、結構急な坂を登っております。多分乗っていてもその角度は気づかないと思いますけれども、その角度をつけることによって、遠心力を感じることなく快適に、お乗りいただくことができる仕様となっております。まもなく最もカーブの急な直線半径8000メートルの区間を走行します。
はい、どうも。はい。いい経験だった。はい。まもなく車両がタイヤでの走行に移ります。あ、これです。あ、よろしいですか。はい、じゃあ。はい。あ、はい。先ほどタイヤと言ってるんですけれども、文字通りそのゴムのタイヤで計測時は走行しています。一般的な鉄道ですと、鉄のレールの上に鉄の車輪で走るのが基本なんですけれども、リニアの場合はコンクリートの構造物の上を、ゴムのタイヤで計測時は走っています。簡単に理解できるのだとリカモメとかですね、あれも自動運転なんですけど、あれの速くて浮いている版だと思っていただければいいかなというふうに思います。この後は、方向、あちらの方面で、これより後方名古屋方面へ走行を開始します。先ほどお話しした乗降場に到着して、本日の走行が終わりとなります。先ほど500キロ体感いただきましたので、多分350キロが感覚的に結構遅いなっていう感じる方がほとんどじゃないかなというふうに思います。まもなく車両がタイヤでの走行から浮上走行に移ります。これ新幹線並みや。東海道新幹線の最高速度が285キロになりますので、この時点でもうすでに新幹線よりも、速いわけです。で、今ちょっと物理の難しい話なんですけど、やはり鉄の車輪と鉄のレールですと、あんまり速く回転させようとすると空回りしてしまって、スピードが出なかったり、上り坂が登れなかったりするんですけれども、磁力を使うことで、そういう現象もなく、高加速度で、かつ、高い速度で走行ができるというのが、どことも接触してない状態で磁力で引っ張るからこそできる、形に。
たします。リニアはまもなく乗降場に到着いたします。お忘れ物のないよう身の回りをお確かめください。この後皆様にはリニア車両を間近でご覧いただきます。係員がご案内いたしますので順にお進みください。本日はご搭乗いただきありがとうございました。ご搭乗いただきありがとうございました。東電のリニアによる中央新幹線計画ですけれども、品川名古屋間を約40分、品川新大阪間を約67分で結ぶという形で、新幹線の約半分の時間で結ぶということが可能になります。我々今後もですね、一生懸命頑張ってリニアの完成に向けて、待ちにしていきたいと思いますので、ご支援よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。私、中西と一応におります、可能でご案内させていただきました。本日はありがとうございました。この後ですね、リニア車両をですね、車両について、乗れるように。この先にですね、今お乗りいただいた、リニア車両が、今、見えるに止まっている状態になります。奥の方にですね、お乗りいただいたリニア車両が止まっていますので、お写真等ですね、お撮りいただければと思います。でですね、もしお時間ございましたら、後ろの方にQR コードの方からアンケートのご回答いただけるのと、応援メッセージをですね、ボードございますので、もしよろしければですね、いただければ大変ありがたいと思います。今、目の前にいるこの先頭車は、皆様がお乗りいただいた近くの先頭車とは逆の先頭車になってます。で、この後、準備整いましたら、この車両が左側の方にずれて、最新の改良型試験車という先頭車がちょうど皆様の目の前に来るように移動いたしますので、今しばらく待ってると。これをになりますね。これが1両で、次来るのがお乗りいただいた4輪号機。これが4号で、次の先頭車が昔の L0 系と3つ、新しい改良型の先頭車と中間車の計5両を組み合わせて今走行しています。先頭車の近くに見える黒い運転席みたいなところは、あそこに運転士が乗ってるわけではなくて、そこにカメラがついていて、皆様が今日車内でご覧いただいたモニターの映像は、あそこの映像をリアルタイムで車内で流している。何かご質問とかご不明点とかありましたら、スタッフの方にお問い合わせいただければ。こ
てる。